1942年8月、一隻の巨大な戦艦が竣工した。この写真をカラーにしてみる、戦艦武蔵、大和型戦艦の2番艦、全長263メートル、満載排水量7万2809トン、姉妹艦の大和と並び、人類史上最大の戦艦だ。写真は竣工直後の武蔵野甲板だ。艦尾側から環境方向を望む構図で撮影されている。甲板に立つ白い軍服の乗組員の姿を見てほしい。人と比べると、この艦がいかに巨大かがわかる。両舷にはクレーンが見える。甲板上の防水布で覆われた物資はまだ偽装中の名残だ。武蔵は三菱重工業の長崎造船所で建造された民間の造船所で作られた唯一の大和型戦艦だ。建造は極秘で進められた。造船所の周囲は巨大な白の幕で覆われた。長崎の市民は何かが作られているのは知っていた。だがそれが戦艦であることを知ったのは戦後だった。甲板には最高級のチーク材が敷かれた。その美しさは乗組員が裸足で歩きたくなるほどだったという。武蔵野生涯はわずか2年余り。だがその短い生涯には数奇な運命が刻まれている。山本五十六の死、昭和天皇、宇野行幸、そしてレイテ沖海戦での壮絶な最後。今回は武蔵に残された貴重な写真をカラーで振り返る。完成直後の武蔵の環境を下から見上げた写真だ。1942年6月から7月、徳山と呉の間で行われた公使運転中に撮影された。まるで鉄の城だ。水面からの高さは約35メートル。現代のマンションで言えば12階建てに相当する。最上部に見えるのは15メートル二重測距儀だ。日本工学、現在のニコンが技術の域を集めて作った世界最大の艦載光学兵器である。30キロ以上先の敵艦との距離を精密に測定できた。その下に見えるのは射撃指揮所だ。測距儀のデータはここで計算され、電気信号で主砲塔へ送られる。46センチ砲9門の一斉射撃はここから制御されていた。各所に立つ乗組員の姿が見える。人の小ささが環境の巨大さを物語っている。公使運転ではエンジンを限界まで回し、速力試験が行われた。主砲の発射試験も実施された。この46センチ砲がどれほど凄まじいか、それは後ほど紹介する発射の瞬間を捉えた写真を見ればわかる。この時点ではまだ対空兵装は最小限だ。後にレイテ沖海戦に向かう頃には対空機銃が大幅に増設される。だがこの写真の武蔵はまだ生まれたばかりの姿だ。艦橋の上から艦首方向を見下ろした写真だ。カラーにしてみよう。46センチ主砲の砲塔が2機見える。この後方にもう1機あり合わせて3機9門。砲身の長さは1本あたり約21メートルもある。砲塔の間の甲板には乗組員が整列している。砲塔1機の重さは約2700トン。駆逐艦1隻分に匹敵する重さだ。この砲が放つ砲弾は1発あたり1460キロ。射程は42キロ。当時世界のどの戦艦をもしのぐ火力だった。甲板のチーク材の色がよくわかる写真だ。武蔵野甲板は最高級のチーク材で作られていた。乗組員が裸足で歩きたくなるほど美しかったという。この写真は武蔵が主砲を放った瞬間の写真だ。46センチ主砲が火を吹いている。巨大な砲煙と白煙が左舷に広がっている。カラーにしてみよう。砲弾一発の大きさは約2メートル。重さは1460キロ。現代の軽自動車2台分以上の重さだ。これを42キロ先まで飛ばす。東京駅から横浜駅まで届く距離だ。砲塔の内部では1機あたり60名以上の乗組員が働いていた。砲弾と装薬を装填し発射する一連の作業は緻密なチームワークだ。この砲の発射エネルギーは凄まじい。発射前には警報ブザーが艦内に鳴り響いた。甲板上の全乗組員が艦内に対しハッチが閉鎖される。砲口付近の爆風圧は1平方センチあたり7キロに達した。鼓膜を破り内臓を損傷させるほどの威力だ。一斉射撃の衝撃で艦内の精密機器が壊れた。乗組員の腕時計が止まることもあったという。砲弾には着色剤が仕込まれていた。弾が海に落ちた時の水中の色で時間の弾着を識別するためだ。各艦に異なる色が割り当てられていた。また主砲には対空用の散式弾も用意されていた。空中で炸裂し数千個の破片をばらまく特殊な砲弾だ。後の渋谷海海戦でも米軍機に対して使用される。世界最大の艦載砲が放たれるこの瞬間、武蔵野46センチ砲はまさに浮かぶ要塞の象徴だった。甲板上に白い軍服の乗組員が集まっている。武蔵野乗組員は約2400名。小さな町一つ分の人間がこの艦の中で暮らしていた。カラーにしてみよう。艦内には理髪店や歯科診療所まであった。金曜日には恒例のカレーライスが振る舞われた。主艦室にはラムネやアイスクリームの製造機まであった。その設備の充実ぶりから武蔵屋旅館と呼ばれたほどだ。前線の兵士たちは
半分戦望を込めて武蔵御殿とも呼んだ、成績優秀な兵士ばかりが集められたとも言われた。武蔵大学という呼び名さえあった。古銃も技術も海軍でトップクラスだったのだ。写真の白い軍服は第二種軍装だ。南洋の強い日差しの下ではこの白い制服が標準だった。乗組員にとって武蔵は職場であると同時に家だった。この甲板で日光浴をし、潮風を浴びた。しかし、この穏やかな日々は長くは続かない。山本五十六、連合艦隊司令長官、真珠湾攻撃を立案した日本海軍の最高指揮官だ。カラーにしてみよう。山本はアメリカでも最も知られた日本軍人の一人だ。ハーバード大学に留学し、駐米武官も務めた。流暢な英語を話し、ポーカーの名手でもあった。アメリカの国力を肌で知る山本は開戦に反対していた。だが、軍人として命令に従い、真珠湾攻撃を立案した1943年2月11日、連合艦隊の旗艦が大和から武蔵に変更された。山本長官はトラク島で武蔵に乗り込んだ。武蔵は連合艦隊の頭脳となった。長官室は冷暖房完備で最高の設備を誇った。赤道直下のトラック島でも艦内は快適だったという。山本長官はここで部下と水羊羹を食べ、将棋を指した。しかし、わずか2ヶ月後、1943年4月18日、山本長官はブーゲンビル島上空で米軍機に撃墜され戦死した。長官の死は極秘とされた。海軍工事件と呼ばれ、国民には伏せられた。そして武蔵に重大な任務が与えられる。山本長官の遺骨を内地へ運ぶことだ。遺骨は長官が最も愛した長官公室に安置された。1943年5月22日、武蔵は木更津沖に到着した。トラック島へ向かう大和と、洋上ですれ違った。新旧の旗艦が無言の別れを告げた瞬間だった。旗艦としての最も悲しい航海だった。トラック島に停泊する大和と武蔵の姿だ。南洋の穏やかな海に2隻の巨大戦艦が並んでいる。カラーにしてみよう。トラック島は太平洋における連合艦隊の一大拠点だった。現在のミクロネシア連邦中部諸島にあたる環礁に囲まれた天然の良港だった。武蔵はトラック島を拠点に活動していた。だが、主力決戦の機会は訪れなかった。日本海軍が温存したこの巨大戦艦は、待機の日々を過ごした。1944年2月、米軍はトラック島を大規模に空襲した。この時武蔵は、すでにトラック島を離れていた。だが、多くの艦艇と航空機が破壊された。太平洋の制空権は徐々に米軍の手に渡りつつあった。1943年6月24日、昭和天皇が武蔵を行幸された。カラーにしてみよう。山本長官の遺骨を内地へ運んだ直後のことだ。天皇が戦艦を視察されること自体が極めて異例だった。写真は甲板上で撮影された記念写真だ。前列中央に昭和天皇、周囲には武蔵野幹部士官が整列している。白い第二種軍曹と濃紺の第一種軍曹が混在している。背景には副砲塔と艦橋が映っている。この時点ではまだ対空機銃は設置されていない。天皇は艦内をくまなく視察された。艦橋内のエレベーターにも乗られたという。このみゆき自体も最高機密だった。天皇旗を掲げることすら制限されたほどだ。武蔵の乗組員にとってこの日は最大の名誉だった。昭和天皇が武蔵に上艦されたのはこの一度きりだ。この行幸から約1年半後、武蔵はレイテ沖海戦で最後の戦いに臨むことになる。井ノ口と志平、武蔵最後の艦長だ。カラーにしてみよう。井ノ口は砲術の専門家として知られていた。海軍兵学校を卒業後、砲術畑を歩んだ。46センチ砲の運用を誰よりも理解していた男だ。武蔵の艦長に就任したのは、1944年8月12日、レイテ沖海戦のわずか2ヶ月前のことだった。井ノ口艦長は温厚で武士た思いの人物だったと伝わる。だが、戦闘においては果断な指揮を取った。出撃前に井ノ口は武蔵の外弦を明るい銀根色に塗り直させた。乗組員はこれを死に装束と呼んだ。井ノ口は大和にも同じ塗装を提案したが断られた。井ノ口は自らおとりとなり、仲間を守る覚悟だったのかもしれない。後に井ノ口の遺書にはこう記されていた。被害担任艦となり、得たる艦ありて慰めとなる。やがて武蔵は、レイテ沖海戦に向かう。井ノ口艦長の最後については後ほど語る。1944年10月22日、ブルネイ白地から巨大な艦隊が出撃した。カラーにしてみよう。栗田武お中将率いる第一遊撃部隊だ。戦艦5隻、大和、武蔵、長門、金剛、春名、従順洋艦10隻、軽巡洋艦2隻、駆逐艦15隻、日本海軍の残存戦力を結集した大艦隊だった。目標はフィリピンのレイテ湾。米軍の上陸部隊を叩くための小1号作戦だ。ブルネイは油田が近い。武蔵は燃料をなみなみと満載して出撃した。出撃時には、
軍楽隊が演奏する中で、乗組員が棒触れを行った。二度と戻らぬ覚悟で、南シナ海へ進出していった。写真は出撃する栗田艦隊を捉えている。長門の前方に武蔵、その奥に、大和が続く。残念ながらこの写真は、解像度が低い。1944年、当時のカメラでは、望遠撮影の限界があった。武蔵野測距儀を作った日本工学は、戦後ニコンとなり、この写真から20年ほど後、世界最高のカメラを生み出すことになる。もしもう少し早ければ、この出撃の瞬間はどれほど迫力ある写真になっただろうか。これが、武蔵野最後の出撃だった。1944年10月24日、渋谷海、米軍機の攻撃を受ける。武蔵を上空から撮影した写真だ。海面に巨大な水中が立ち上がっている。カラーにしてみよう。午前10時25分頃、第1波の攻撃が始まった。米空母から発進した艦載機が、次々と栗田艦隊に襲いかかった。延べ250機以上の米軍機が波状攻撃を繰り返した。武蔵は真っ先に集中攻撃を受けた。銀根津色に塗り直された巨大な艦隊が、最も目立つ標的だったのだ。井ノ口艦長が決めたあの塗装が9となった。武蔵は対空砲火で応戦した。46センチ主砲でも、3式弾を打ち上げた。空中で炸裂し、数千個の破片をばらまく対空砲弾だ。だが、低空で迫る雷撃機には、効果が薄かった。最初の魚雷が左舷に命中した。巨大な水中が甲板を越える高さまで吹き上がった。続けて2本目、3本目、武蔵野左舷に、次々と魚雷が突き刺さった。米軍パイロットは意図的に片舷に集中させていた。傾斜を大きくして、転覆させるためだ。望遠を上げる。武蔵野写真だ。水中の高さは環境を超えている。カラーにしてみよう。紫金弾の水中が次々と武蔵を包んでいる。魚雷と爆弾が絶え間なく命中していた。だが、武蔵は沈まなかった。大和型戦艦の装甲は世界最圧だ。原則装甲は410ミリ。弾薬庫の装甲は560ミリに達する。通常の戦艦なら塔に沈んでいる被害でも、武蔵は耐えた。艦内では、応急班が必死に浸水と戦っていた。破口に角材を打ち込み、防水マットを押し当てた。区画を閉鎖して、浸水の拡大を食い止めた。だが、閉鎖された区画の中に、取り残された乗組員もいた。暗い区画の中で水が上がってくるのを待つしかなかった。戦闘中に一番砲塔の中央砲で、3式弾の事故が起きた。砲身の中で砲弾が爆発し、一門が使用不能になった。それでも残りの砲で撃ち続けた。被弾しながらもなお、前進する武蔵の姿だ。後方には護衛の駆逐艦が映っている。カラーにしてみよう。これほどの損害を受けて、なお進み続ける。武蔵、米軍パイロットは、この光景に驚愕した。何発撃ち込んでも沈まない。彼らは、武蔵を怪物と呼んだ。艦首は徐々に海面に沈み込んでいた。左舷への浸水が止まらない。右舷の区画にわざと注水して、傾斜を戻す応急処置が続いた。速力は27ノットから22ノットに落ちた。さらに12ノットまで低下し武蔵は、艦隊から遅れ始めた。栗田艦隊は先に進んだ。武蔵は護衛の駆逐艦と共に取り残された。それでも井ノ口艦長は艦橋を離れなかった。傷ついた武蔵と共に、レイテ湾を目指し続けた。黒煙を上げる武蔵と周囲の艦隊の写真だ。左側には、旋回行動中の大和と、妙高型従順洋艦が見える。右側には高尾型従順洋艦と、金剛型戦艦がいる。カラーにしてみよう。武蔵だけが黒煙に包まれている。周囲の艦は武蔵に比べ、被害が少ないことがわかる。井ノ口艦長が、銀根津色に塗り直した武蔵は、結果として味方艦隊の盾となった。井ノ口の遺書に書かれた、被害担任艦という言葉。それはまさにこの写真の光景だ。武蔵は、米軍機の攻撃を引き受け続けた。その間に大和をはじめとする艦隊は前進を続けた。武蔵がいなければ、被害は艦隊全体に分散していた。すべての空襲が終わった時、武蔵はすでに魚雷20本以上と、爆弾17発以上を受けていた。通常の戦艦なら、数本の魚雷で沈む。武蔵の耐久力は異常だった。攻撃の最終局面で、爆弾が艦橋の防空指揮所に命中した。井ノ口艦長は右肩に破片を受け重傷を負った。それでも止血体を巻いただけで指揮を続けた。だが限界は近づいていた。これが武蔵の最後の姿だ。駆逐艦尉蘇風の水雷長、白石、東平大尉が撮影した。艦首はすでに海中に没している。カラーにしてみよう。機関はまだ動いていた。だが、艦首が完全に水没し、操舵も不能になっていた。もはや戦艦としての機能は失われていた。井ノ口艦長は総員退去を命じた。乗組員が、次々と海に飛び込んでいった。重油にまみれた海を泳いで、護衛の駆逐艦を目指した。たまたま艦橋を振り返った数名の乗組員がいた。彼らは、艦橋の旗甲板で、脱出者を見送る井ノ口艦長の姿を目撃した。だが、井ノ口艦長自身は、艦橋を離れなかった。武蔵と運命を共にする決意だった。井ノ口は副長に、
遺書と形見のシャープペンシルを渡した。そして、艦橋の下の海図室に一人降りていった。遺書にはこう書かれていた。対空射撃の威力を十分に発揮し、エザリシこと申し訳なし。砲術の専門家として、自らの方が敵機を十分に落とせなかった。その無念が遺書には染みんでいた。19時35分頃、武蔵は左舷に大きく傾いた。そして、転覆し、渋谷海の深い海に沈んでいった。乗組員2399名のうち、1376名が救助された。だが、1023名が、武蔵と共に海に消えた。井ノ口艦長もその中にいた。武蔵の生涯は、わずか2年余り、人類史上最大の戦艦は、その巨体を海底に横たえた。世界最大の主砲も、最圧の装甲も、航空機の前には無力だった。武蔵の沈没は、巨艦大砲主義の終焉を象徴する出来事だった。2015年、マイクロソフト共同、創業者ポール・アレンの調査チームが、渋谷海の水深、約1000メートルの海底で、武蔵を発見した。70年の眠りから、姿を現した武蔵。艦隊は逆さまの状態で、海底に横たわっていた。沈没後に弾薬庫が誘爆したとみられ、艦首は本体から切断され100メートル離れた場所に沈んでいた。武蔵と共に沈んだ、1023名の魂は、今もそこに眠っている。